こんにちは。今日はドルマンカーディガンを作っていきます。モモンガカーディガンとかコクーンカーディガンとも呼ばれます。とても綺麗な形で着心地が良くなります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回3色で編んでいきます。この糸はセリアさんのニュアンスモヘア。カラーナンバーは1番。アクリル 100% 25g 102メートル。使用かぎ針の目安は4から6。これを今回2本一緒にして編んでいきます。こっちも2本一緒にして編んでいきます。これのカラーナンバーは13番。これは10番。いろんな色があるのでお好きな糸で編んでみてください。針は7ミリを使います。あとはマーカーととじ針を使います。この糸を2本一緒にして編んでいきます。太さは2本一緒にしてだいたい 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。それと最初の鎖、作り目は少し太い針で編んでいきます。あれば少し太い針、なければこっちでゆったりと編んでいきます。作り方を説明します。普段ドルマンカーディガンを作るときには長方形を作って端を三角に折ってそれを一部縫って、これがカーディガンの本体になります。今回はそれに少し新しいアイデアをプラスしてこんな形、こんな台形を作っていきます。編む時にはこっちから編んで台形の形、そうすると裾が広いので着やすくなって形も少しエレガントな形になると思います。着心地も良くなると思います。色は3色を使います。これはお好みの色にしたり、あと1色で編んでも大丈夫です。この台形、こっちを広くするために1つの長編みに2つ長編みをして少し広くします。それを途中で2回だけ。そうすると綺麗な形になります。このサイズは出来上がりのサイズで、これぐらいのサイズになります。最初はここに鎖を編んで、ここからスタートします。この鎖の長さを決めていきます。で、私は120センチで作りました。これは女性ものの L サイズぐらい。ちょっと大きめになっています。L サイズは115ぐらい。M で110。S で105ぐらい。だいたいそれぐらいで編んでいくといいと思います。ぴったりにしなくても大丈夫です。で、好みの長さ。120センチにするのであれば、120センチぐらい鎖を編んで、それを4の倍数プラス1。鎖を編んで、4の倍数プラス1に当てはめます。で、だいたい作りたい長さまで。で、鎖を編んでスタートします。模様はあまり難しくありません。全体の長さは65センチから60センチぐらいにしていく予定です。私はまずこの濃い色から編んでいきます。先に編んだもので見るとこんな感じ。この青を5段で、薄い青を2段、その後は白。最初に細編みを編んでいますが、これは数えずにこの段数を数えて好みのバランスにします。私は5段、2段、
ずっとこれも好きなバランスにしてください。こっちで見ると青は5段、5は2段で、こことこっちは全く同じ2段と5段、ちょうど反対になるようにしました。で鎖を編んでいきます。でこれは少しゆったりと編んでいきます。最初の糸端は少し長めに残しておきます。で途中からスタートします。このまま作りたい長さまで鎖を編んで、それを4の倍数プラス1に当てはめます。必要な長さまで鎖を編んできました。私はここでは小さなサイズで作っていきます。次は細編みをしていきます。かぎ針を本体を編む方に変えます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで編んできました。もしこの細編みの途中で好みの長さになったら、そこでストップして次の段を編んでいきます。残った鎖はほどいておきます。その時も細編みの数は4の倍数プラス1にします。私は端まで編んで次の段を編んでいきます。次は鎖3つ、1、2、3、裏返します。で鎖の根元はこの次から数えて1、2、ここに長編み、1、2で、次は鎖1つ、同じところに長編みで V を作ります。これで V ができました。次足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、次また V を作ります。足元1つ飛ばして2つ目、長編み、鎖、長編みで V ができました。同じように編んでいきます。1、2、長編み、次は V、端まで来ました。端でも足元1つ飛ばして2つ目、長編みで、ここからこの細編みは数えずにこう長編みを数えていきます。次は2段目、鎖3つで、この V の中に薄い玉編みをします。未完成の長編み2つ絡めて V の中2本から引き抜いて、これが未完成の長編み。同じようにもう一度
これで引き抜いて、でボリュームの少ない玉編み、鎖1つ、もう一度同じように未完成の長編み、一度に引き抜いて玉編み2つ、長編みの上に長編み、また V に玉編み、これで玉編み2つ、長編みの上、これが最後の玉編みで、端では鎖の1、2、3、ここに長編み、ここは2本の糸の下、上は2本で下は1本で長編み。私はこの青の長編みを5段編みました。これはお好みの長さで大丈夫です。次に私は5段編んで、次に2段糸を変えるパターンをしていきます。最後の長編みを少しほどきます。で最後に引き抜く糸を次の糸で引き抜きます。これで引き抜いて色が変わりました。ここからまた鎖3つ、裏返します。でここからまた編んでいくんですが、この糸がいらなくなるので切っておきます。で軽く結んでおいて、で同じように編んでいきます。V からこのまま端まで編んで、で端まで編んで、この鎖の1、2、3、ここに長編みで、また鎖3つで、この玉編みを編んでいきます。とりあえず2段編んでいきます。薄い青を2段編んできました。私は次で白に変えます。さっきと同じように端の鎖の1、2、3、最後の長編み、これを新しい色で引き抜きます。さっきと同じです。1、2、3で、この糸は必要がなくなるので切っておきます。で裏返して後段から長編みを増やしていきます。まず鎖の根元、ここに長編みを1つ、
これで長編みの数が1つ増えました。次は玉編みに V。この部分は今までと同じです。次はこの間の長編み、ここに2つ長編みをします。1、2、これで1つに2つ長編みの数が増えました。ここは V、 鎖1つ長編み、次は1つに2つ、1、2、ここは間に鎖が1つ、ここには鎖がありません。これで端まで編んでいきます。1、2、でこれが端の鎖、1、2、3、ここに長編み2つ、1、2、これで広がりました。次からは同じ数、1、2、3で長編みの上に長編み、これからはずっと端は2本、こっちも端は2本で編んでいきます。この玉編みと玉編みの間も2本、これでしばらく編んでいきます。で V の中には今までと同じ玉編み、この数を増やすときには V で増やします。この玉編みの時よりも V の方がきれいに増やすことができます。このまま端まで編んでいきます。玉編みで端まできました。玉編みと玉編みの間は長編み2つ、端まで来たらこう長編みの上にも長編み、最後は鎖、1、2、3、これで長編みが1つずつ増えました。この部分がここ、次はこのまましばらく編んでいって、この部分を編んでいきます。実際にはこの間隔はもっと広くなります。で、ここを編んでいきます。鎖3つ、裏返して、でここを長編み3つにします。この鎖は長編み1つ分、根元に長編み1つ、鎖の根元で、次は長編みの上、これで1つ長編みが増えました。次は V、V ができました。次はこの2本あるうちのこっちに2つ、
次に長編み1つ、こんな感じになりました。でまた V、 こっちに2本、これで3本になりました。またここ、で最後はこう長編みに2つ、鎖の1、2、3、これで3つになりました。次はこのそれぞれに長編みを編んでいきます。でそれぞれにでこのまま同じように端まで編んでいきます。これを繰り返していきます。でさっき見たように最後はこっちと同じように作ります。こっちと同じ段数しばらく白で編んでいって、で最後の方でこの薄いブルーを2段、濃い方のブルーを5段、同じ数にします。で最後がこの部位で終わるパターンとこの玉編みで終わるパターンがあると思います。でもどちらでも大丈夫です。お好みの長さまで編んでいきます。私は全部で28段、長さは63センチになりました。もう少し長くしてもいいかと思います。お好みの長さになるまで編んでいきます。63センチ編んできました。最後は細編み1段編んでいます。この細編みの仕方は、まずこの玉編みのパターン、鎖1つ裏返して細編みをしていきます。細編み1つ、次はこの玉編みの上、この三角のところ、次は真ん中、次は玉編みの三角、長編み1つに1つずつで、また玉編み、これで端まで細編みをしていきます。で最後が
V のパターン、V の場合をしていきます。鎖1つ裏返して、まず長編みの上、次は長編みの上、真ん中、ここでは V と V の間は長編み1つ、こっちは3つになっているので、それぞれに1つずつ同じように編んでいきます。ここが終わったら、最後は糸端を長めに残して切ります。次は袖ぐりを作ります。まず表と裏を確認します。この玉編みが表の方が表、こっちが表になります。こっちは裏で、表を上にします。で、端を三角に折って、で袖ぐりになる部分を残して縫っていきます。左右どちら側から始めても大丈夫です。ここが表、こっちは裏の状態で、色を合わせてこの三角のてっぺんから14センチぐらい測ります。それは多少違っていても大丈夫です。私はここで、ここからだいたい14センチぐらい、これぐらいの長さにこれぐらい残して、この部分を縫っていきます。で、糸端を残しているので、これを使って縫っていきます。縫いやすいようにちょっと置き方を変えて、ここから縫っていきます。で、ずれないように注意しながら、今手前から糸が出ています。こことここを合わせます。まずこの糸の出ているところと、あとこっちのこの細編み、ここぐらいと、でもう一度今度はこの細編みの真ん中ぐらい、次も細編みの真ん中ぐらい、大体で大丈夫です。これでつながりました。で、ここには細編みの下のところ、この細編みの下のところぐらいに次から長編みか鎖になります。ここに2回ぐらい、次も2回ぐらいで縫っていきます。ずれないように、でこれでここまで縫っていきます。ちょっと面倒なんですが、この部分はこの色で縫っていこうかと思っています。
面倒ならそのままで大丈夫です。ここまで縫っていきます。青の端まで来ました。端は同じところにもう一度針を入れて、であとは結んでいきます。こっちは新しい糸を持ってきて、簡単に縫っていきます。こんな感じになりました。で、反対側も同じように縫います。で、縫い終わったら次はこの部分にリブ編みをしていきます。次はリブ編みをしていきます。ここは縫い合わせてきたところ、この縫い合わせたここぐらいから始めていきます。新しい糸、で同じところ鎖一つ細編みをします。細編み、次はこの長編みの隣、これで細編みが2つで、この長編み1つに細編み2つ、ここにも2つで2つと編んで1周します。1、2、次も1、2、次も1、2で、これで1周してここぐらいまで戻っていきます。細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次からリブ編みをしていきます。まず鎖5つ、1、2、3、4、5、これぐらいがリブ編みの長さになります。お好みで長くしても短くしても大丈夫です。まず細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、かぎ針から1、2、細編み、次も4、5個目はここ、
これで細編みが5つできました。次はこっちにつなぎます。で、今糸の出ているところ、ここに引き抜き編みでつなぎます。かぶせて引き抜き編み1つ、これでつながりました。隣にもう1つ引き抜き編み、かぶせて、これで引き抜き編みが2つ、裏返して、今度はこの方向に編んでいきます。で、今引き抜き編みを2つ編みました。この2つをスキップします。スキップして、次もスキップして、3つ目、1、2、3、1、2、3、ここに細編みをします。細編みの向こう側1本、2本あるうちの向こう側で細編みをします。ただこの糸端を向こうに寄せておきます。で、1、2、3で細編み、次も1本、次もこれが4つ目、5つ目の端の細編み、ここは2本の糸の下、ここまでは1本、ここだけ2本で、次の段鎖1つ裏返して、また1本の下、この端の細編み1本の下、これが5つ目、ここも1本、これで細編み5つで、こことつなぎます。次は糸の出ている隣、ここに引き抜きます。引き抜いて、次も引き抜いて、これで2つ引き抜きました。裏返して、この2つをスキップします。1、2、3、この3つ目の細編み、糸は向こう側で細編み、次もで、端は2本、こんな感じ、鎖1つ裏返して、また1本、端まで来ました。またこっちとつなぎます。糸の出ている隣、これで2つ引き抜きました。裏返して2つスキップ、3つ目、1、2、3、これを繰り返していきます。ここまで編んで、端は2本の糸の下で、またこっち
で2回引き抜いて、これを繰り返して一周します。リバー編みで一周してきました。今長い糸が出ているのはこの根元の方、こう編んで根元の方で今止まっています。次に引き抜くのはここ、最初の鎖を編んだところ、この引き抜いたところ、ここに引き抜きます。今ここまで編んで、次はここ、これでつながりました。もし数が違っていて、最後がここだけでなくてこの手前も細編み1つあったら2つ引き抜くときれいに出来上がります。今最後1つなので1つ引き抜きます。これが最後で、先端の方今1つ引き抜いたので1つスキップして2つ目、1、2、3、4、5、で今先端から長い糸が出ています。ここで一旦切って少し長めに切ります。でこの糸で縫い合わせます。でこっちから縫い合わせていきます。この重なり方を見ていきます。こっちを見ると、横から見るとこんな感じに重なっています。これと同じようにしたいので、こっちを上、こっちを下、こんな感じで縫い合わせていきます。で手前から糸が出ています。これは端の細編み、この細編みのこのもっと端ぐらい、ここぐらいに入れた方がいいと思います。で手前の下からこんな感じになっています。これでつながりました。で次からこっちの下になる方、こっちはこの細編みの鎖のように見えるところ、この横、ここに鎖があって、この横に針を入れます。この細編みの横側面、この糸をすくっていきます。まずここぐらい、大体で大丈夫です。で次はこっち側、手前に戻ります。この1つ目と2つ目の間、上から見ると鎖のように見えるところ、この間に針を入れます。こっちではなくてこっち側、でまた同じ。次はここ、さっきここに針を入れたので、次はここ、次はここ、
編んでいきます。次は2つ目と3つ目の間、こんな感じで、次またこここれでつながりました。で最後ここぐらいをで裏には最初の糸端があります。編み始めた時の糸端、これをでこれと結んでおくと便利です。でこの糸端をそれぞれ隠します。最後に本体の周りをリブ編みしていきます。こっちが裾になっています。裾の方からスタートします。大体で大丈夫ですが、真ん中ぐらいから始めていきます。さっきは細編みを編んでスタートしたんですが、ここにはもう細編みがあるので、細編みの上に新しい糸を持ってきてスタートします。でさっきと同じように鎖を編んでいきます。1、2、3、4、5、同じ長さにしたんですが、こっちをもう少し長くしても大丈夫です。で細編みをしていきます。全く同じです。鎖1つ裏返して1、2、次もでこのままさっきと同じように編んでいきます。ぐるっと編んで、ここでまたそれと同じように縫い合わせます。これで出来上がりました。とても綺麗に出来上がっています。袖はこんな感じ。裾も綺麗になっています。サイズを測ります。上から下まで63センチ、横幅138センチ、リブは4センチ、袖は12センチ、重さは440グラム。色別に言うと青が6玉、白も6玉、薄い青は2玉。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。